あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第3回の今夜は長崎名物トルコライス。ピラフの上にとんかつをのせ、横にはナポリタン。炭水化物の夢の三重奏。それぞれの味がぶつかって、でも不思議と喧嘩しない。誰が最初に考えたのか、未だに謎。だけど、このごちゃ混ぜこそが、おいらの生まれた長崎そのものだ。異国の文化が入り混じる港町。スパゲティも、カレーも、洋食も、気づけばみんな長崎の味になっていた。子供の頃、休日に父がよく連れて行ってくれた洋食や、ガラス越しに見える鉄板の音、ソースの香り、そして少し誇らしげに食べる父の背中。あの頃のおいらは、まさか自分が作る側になるなんて思っていなかった。遠く離れたこの町で、故郷を思いながら長崎の味を作っていく。まずはパプリカをカットする。料理は不思議だ。手を動かしているうちに心の整理までついていく。玉ねぎも同じ形で細かくカットする。ニンニクを細かくカットする。人参も同じ大きさに細かく切る。
とんかつ用の豚肉、豚肉の水気をキッチンペーパーでしっかり拭き取る。塩コショウで下味をつける。裏返して同じように塩コショウで下味をつける。豚肉に小麦粉をまぶす。とんかつ用の卵を準備する。とんかつ用の豚肉を卵に通してパン粉をまぶす。表面にしっかりとパン粉を押し付ける。下準備が整った。まずはピラフを作る。バターを入れる。刻んだ野菜を炒める。野菜に火が通ったらご飯を入れる。雑穀米の残り飯だ。塩コショウで味を整える。カレーパウダーを入れる。パスタを茹でるお湯を準備する。塩、隣でミートソースを作る。
玉ねぎを炒める。にんにく、隣でお湯が沸いたのでパスタを茹でる。炒めた玉ねぎにトマトソースを大さじ8杯加える。ケチャップを大さじ2杯。パスタの茹で汁を加える。とんかつにかけるソースを作る。デミグラスソースを大さじ2杯。水 200ml。 ケチャップを小さじで1杯。ウスターソース小さじ1杯。砂糖小さじ1杯。バターを加える。デミグラスソースを火にかける。パスタができた。ソースと絡めていく。少し味を見てみる。うまい。最後にとんかつをあげる。全部かな。とんかつみたいな顔の無色のパパ。二度揚げしたらとんかつを網にあげて余分な油を切る。いよいよお皿に盛り付ける。まずはピラフ。続いてパスタを隣に盛り付ける。最後にとんかつを上にのせる。特製デミグラスソースをかけたら長崎名物トルコライスの完成だ。いただきます。日本では相手にお酒を注ぐことをお酌という。ただのマナーじゃない。相手を思う静かな優しさだ。アメリカでは自分で注ぐけど、日本では心を注ぐのだ。
ノンアルコールビールお疲れ様。完璧に打ちた。乾杯。これ何？うまそう。いただきます。いただきます。このうどんになったパスタから食べてみよう。じゃあピラフからいくか。あ、ピラフが冷たい。ピラフも美味しい。おいしい。ピラフ冷たくなったけど美味しい。パスタおいしい。カツうまっ。マジ？カツうまっ。長崎のトルコライスだ。うまっ。味が思い出す？カツ結構うまくない？多分ポークが良かったんだろうな。脂身があんのかな。ポークが良かったのかな。お肉が良かったのかな。下味だろ。下味が意外にめっちゃ違うんだよ。トルコライスだ。一番美味しいのカツがうめえわ。ソースをもうちょっと作ったらよかったな。まあこれで長崎帰ってトルコライスも食べなくていいや。マジ？どんな味似てる？どんな味か思い出す。今思い出したんだよ。結構なんかジャンキーなフードだなと思って。これって高校生とかたちのご飯だろうな。若い子たちの。だってもう42だともうお腹いっぱいだもん。長崎に帰ったらもう一度あのトルコライスを食べたいと思った。父と過ごしたあの味を今度は自分の娘にも食べさせてやりたいのだ。 TK ズからの過去最高のいいねとコメントのおかげでまた一つ修行をすることができた。まだまだ道のりは長いが少しずつ主婦に近づいている。もし次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいならコメントいいねお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。